はい、哲也です。今日はね、トランプ元側近自前の SNS を発足というテーマでお話してみたいと思います。ご承知の通り、もうすぐトランプ前大統領が自前のソーシャルメディアのウェブサイト、すなわち SNS を立ち上げると、言われてるんですよね。でもね、昨日飛び込んできたニュースによれば、それに先立ってつい最近までトランプさんの顧問兼スポークスマンを務めていたガタイのいいジェイソン・ミラー氏が独自の SNS を立ち上げることになったそうですよ。それはどんなものなんでしょうかね。またトランプさんはどの程度それに関与するんでしょうか。僕はこれに関する情報をこの記事から得たので、今日はこの記事内容をベースにお話ししてみたいと思います。今回トランプさんの元側近のミラーさんが立ち上げる SNS の名称はゲトル。ゲトルでいいのかな、発音はちょっとよくわかりにくいんですけども、とりあえずゲトルと呼んでおきましょうか。その名の由来はですね、おそらく Get Trend、 トレンドをつかめの略なんじゃないでしょうかね。知らんけどゲトルはツイッターのカーボンコピーとかツイッターのクローンと呼ばれるほど、内容構成や機能などがツイッターに酷似していると言われているんですね。ひょっとしたらツイッター社から著作権侵害かなんかで訴えられるかもしれないと心配する向きもいるようなんですけどね。ゲトル自体はツイッターなどとは全く異なり、世界中の人々に全然変更のない SNS だと強くアピールしていますよ。この点ミラー氏は次のように語っています。多くの人々は米国と共に言論の自由、思考の独立性を尊び、検閲やキャンセルカルチャーを拒絶するという原則に基づく新たなソーシャルメディアプラットフォームへの欲求を理解していると思うとね。で、いつ立ち上げられるのかっていうことなんですけれども、実は6月時点ですでに Apple の App Store や Google の Google Play でダウンロード可能となっているようです。枕の会社のトランプさんの親友のね、リンデルさんが立ち上げたフランクをはじめ、ギャブやパーラーなどといった他の保守系の SNS と違って、ゲトルは日本語版もできるとのことなんですね。いいですよね。しかし、ミラー氏は正式な発足は7月4日の日曜日になると公言し、FOX ニュースとのインタビューで次のように語っています。ゲトルは独占的なソーシャルメディアから独立し、キャンセルカルチャーからも独立している。そして言論の自由を大切にしている。私たちが発足の日を7月4日と定めたのには象徴的な意図があるとね。ご承知の通りね、7月4日は米国のね、独立記念日、インデペンデンスデーなんですよね。1776年の7月4日に米国は英国から独立したことを記念して、この日を、独立記念日インデペンデンスデーという祝日にしているんですね。この日をゲトルの発足日と定めたのは、ゲトルというプラットフォームが独占的な SNS からの独立、キャンセルカルチャーからの独立、そして検閲や言論封殺からの独立を目指すものであるということを内外に強烈にアピールする狙いがあるというわけなんですね。ところでミラー氏はつい最近トランプ前大統領のチームを去り、現在はニューヨークに本社を置き、デラウェア州に登録されているベンチャーの CEO 最高経営責任者を務めていますけれども、ゲトルの立ち上げにはある曰く付きの人物が関与しているとの指摘もあるんですね。その人物とは誰か。実は郭文輝氏なんですね。ミラー氏は中国共産党を厳しく批判してきたことで逮捕されようとしている中国人実業家の郭文輝氏が確かにゲトルに投資したことは事実だが、直接的な役割は担っていないと主張しています。で、郭文輝氏がどういう人物かというと、これはウィキペディア情報なんですけれども、郭文輝氏は中国出身の実業家、投資家で2014年に中国を逃れ、米国に亡命しました。その後、身の安全、財産の保全、復讐のために中国共産党の最高指導部のメンバーらの
腐敗汚職を暴露し始めました。そうした暴露行為がやがて暴露革命として世界中に広がると同時に、中国国内にも深く浸透するようになり、現在では一部の中国共産党高官を脅かしているとされています。核分岐氏はトランプさんが所有するフロリダの会員制リゾート施設マーララゴの会員とも言われていますけれども、トランプさんとの具体的関係は不明なんですね。また各氏には黒い噂もつきまとっており、いわゆる華僑などの在外中国人実業家などから一旦多額の投資資金を集めたが、結局それが詐欺だったとの疑いがかけられているんですね。こうした経緯もあって、トランプさんはゲトルへの関与には慎重な姿勢を見せているようです。ミラー氏が FOX ニュースとのインタビューで語ったところでは、トランプさんはゲトルを使うかどうかはまだ検討中とのことなんですね。その際、ミラー氏はわざわざトランプさんはゲトルについて資金的な関与は全くしていないと付け加えたとのことなんです。さらにミラー氏は、私はトランプ前大統領がゲトルに参加することを望むが、彼にはいろんな選択肢があると述べました。その一方で、ジョー・バイデン大統領がこのプラットフォームに参加することも歓迎すると強調したんですね。このあたりはね、やはりゲトルが言論の自由を強く主張していながらね、実際には右に傾きすぎた変更した SNS ではないかとのね、批判をかわす狙いがあるものとみられます。いずれにしてもこれまで左寄りの SNS が多い中で、有力な保守系の SNS が立ち上がることは大変素晴らしいことだと思います。で、ゲトルにトランプさんが参加するかどうかってことなんですけれども、もちろんミラーさんという、つい最近まで側近を務めた人物が開設した SNS なのでね、お付き合い程度にはゲトルに参加するかもしれませんけれどもね。ただ、核分岐氏のこともあるしね、当面は本格的に力を入れることはしないのではないかと見られます。っていうか、それよりも何よりも、トランプさんはご自身の SNS の立ち上げを間近に控えているわけですからね、今そちらの方にどうしても専念せざるを得ないでしょう。トランプさんの自前の SNS に関しては、早ければ今月中の立ち上げも視野に入っていると言われているんですね。トランプさんとしてはやはりご自身の立ち上げるこの自前のメディアの成功を第一に考えるでしょうからね。今いかに元側近のものとはいえね、他の SNS に自分の力を大きく注ぐ余裕はあまりないのではないでしょうかね。いずれにしてもトランプさん独自の SNS の発足は喉から手が出るほど待ち遠しいですよね。もちろん立ち上がったらあなたにはこのチャンネルを通じていち早くお知らせすることにしますね。あなたはどうお考えでしょうか。ではまた。Good luck。 目覚めよ日本人。今回のようなお話に興味のある方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。